っている大好きなジュース屋さん、マルゴデリさんに来ました。寄りました。フラッとここに来たきっかけは、急にアサイーボウル食べたくなって、何年も前、5年以上前に調べてマルゴデリさん出てきて、そこから定期的にハマって、スタンプカードも作ってスタンプ貯めてヘビーユーザーです。普段からこだわりのある農家さんと取引をされてるみたいで、美味しいフルーツジュース、スムージーいただけます。米粉のマフィンもあったりするんですよ。私はなるべくグルテンフリーのものを選ぶようにするので、米粉のマフィンがあるときは米粉のマフィン買ったりとか、チョコレートも美味しいですし、こだわった美味しい飲み物、食べ物があるお気に入りのカフェです。オーガニックにこだわったきっかけは、やっぱり自分の健康に気を使うようになってからですね。もともとモデルやってた時は、健康っていうか、もういかに細くなるか洋服が似合うようになるかっていうのを意識してたんで、今思えば健康っていうよりは痩せるための知識、間違った知識も結構あったんですけど、実際本当の意味で健康を目指そうって芽生えたのは、やっぱり体調を崩してからですよね。病気になったりとかしてから、本当にもっと体を内臓からいたわってあげなきゃっていうのがきっかけですね。オーガニックっていうのは実はここ2年ぐらいなんですよ。ここ7年ぐらいはもう自分の健康のために添加物とかは気にしてたんですけど、そこまでオーガニックの知識はなかったんですよね。もう7年ぐらいは。でも健康を意識して野菜を摂るとか、添加物をなるべく避けるとかっていうのをやってましたけど、ここ2年でたまたまオーガニックに詳しい友達に出会ったりして、いろんなことを教えていただいて、それでオーガニックに目覚めるようになりました。この2年でオーガニックにこだわって、そうですね、まずあれです、ホルモンバランスが安定しました。で、お肌の調子も良くなりましたし、例えば痩せないの話で言うとあんま関係ないかもしれないです。ただ、女性ホルモンが結構安定するんで、私はもともと生理痛とかないんですけど、生理痛ある人は生理痛良くなったりとか、それはオーガニックプラス、何を食べるかっていうのも大事だと思うんですけどね。睡眠とかも。あと私は健康面はもちろん良くなってるんですけど、すごく大きいのは精神面、安心して食べれるっていう、その安心感を得たっていうのがすごい大きいです。オーガニック生活になって。オーガニックなもの好きなんですけど、やっぱり世の中のもの全てがオーガニックなわけじゃないし、全部オーガニックにしようとするとストレスになったりもやっぱあるわけですよ。オーガニックじゃないものが出てきた時とか。偏りすぎは人とご飯食べる時もストレスになっちゃうんで、私は結構柔軟に食べようとしてて、オーガニック生活してるけど、たまにピザ食べたりとか、それこそ夜中にたまにカップ麺食べたりとか、そういうのやったりします。でもそれもやっぱたまにやると美味しく感じちゃうんですよね。どっちみち普通に生きてると完璧なオーガニックって難しいんで、だからどちらかというと大事なのは、取るものも大事なんですけど、出す力、デトックスの力がすごい大事だなって思うので、取ったらデトックスすればいいなって最近はちょっと柔軟に思うようにしています。これ体に悪いけど、これ美味しいと思って幸せって感じるから、これちょっと幸せ取ろうみたいな時は全然あります。バランスが大切。偏りすぎはね、何事も偏りすぎは良くないかなと思います。そう、ある意味オーガニックって言ってて偏りすぎたら、だからそんな自分オーガニックじゃないねみたいなオーガニックの定義何って感じなんですけど、幸せそうに見えてないと意味ないなって思います。オーガニック生活をしている理由っていうのは、自分の体や精神のためもあるんですけども、やっぱり地球環境のためにもなるっていうのを結構聞くんですね。オーガニックな野菜を食べると、つまりそのいい土は残るわけですよ。買い物や自分が選ぶものって投票だと思うので、だからいい土を残すっていうのはすごく大事だなって思ってて、
つまり変なね薬とか水に流れないわけじゃないですか。地球環境のことも考えて、あと未来の子供たちに残す土とかのことも考えると、オーガニックなものを選んだ方がそれが叶うなと思うので、オーガニックを選んでます。いろいろオーガニックおすすめのお話をしましたが、おすすめは変わりないんですが、でも結局その完璧にやろうとしたりとかするとすごいストレスになっちゃうので、結局やっぱ心の安定が豊かに生きることにつながると思うので、オーガニックなものはいいけど、できる範囲で無理なく生活に取り入れられるぐらいの範囲で私はオーガニック生活を続けようと思いますので、皆さんもオーガニックいいなって思ってくださるのすごく嬉しいんですけど、無理なく取り入れていただけると嬉しいです。体の健康も大事だけど心も大事なので、無理なくバランスよく柔軟性を持って自分の、心が喜ぶことを選んでってほしいなと思います。今日は、軽くオーガニックの話をさせていただきました。皆さんいかがでしたか？この動画を気に入ってくださった方は高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご覧いただきありがとうございました。では次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。